はい、ババンババン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 ババン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 はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、チャット欄のまさるくん、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。いやだ。猫のことをもうちょっと知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。抱っこできないから2匹が入りました。今日はたまちゃんはこたつから出てこないな。はい、まちゃくんですよね。まちゃくんはカメラ向けるとなかなか撮影できないから。写真の枚数がすごく少ないのね。だから今日はまちゃくんがいてくれてよかったよ。まちゃくんいつも元気でいてくれてありがとうね。今日は朝からもうね、大変落ち着かないの。全然座る暇もなければトイレに行く暇すらなかったよ。ね。そんな感じで。で、午後ようやくちょっと落ち着いたかったと。ね。で、と思ったんだけどね。そうでもなかったんだよね。今日はね、賑やかだったね。で、ようやく、やっとさっきいびきかいて寝てるね、いびきが2つの中から聞こえてきたので、ようやく平和になったかなっていうね、感じでございましたよ。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。
で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさみをつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。はい、じゃあ、はい。今日、すいません。逃げた。はい。今日は塩入りのお湯でございます。こっちが元気になってくれてよかったよ。うん。どうかな今日ね、夕方ぐらいにさ、ポットの中のお湯がね、なくなっちゃうんで、これは足りないなと思ってさ、沸かすんだけど、結局その後飲まないのよね。だから、なんか沸かしたのまんま残っちゃってみたいな感じっていうか、今日寒かったんだよね。寒かったから夜はスープ作って、それをね、鍋いっぱいスープ作ったの全部飲んだから、まあそれで水分が補っちゃったんで、飲まなかったみたいな感じかな。ね、今日寒かったんで、さすがにちょっと寒いわと思ってさ、なんか夕方買い物行こうと思ったんだよね、今日ね、動画編集して。で、まあ、霧のいいところまで行ったら、卵買いに行こうかなと思って、で、まあ、多分夕方だな、なんて思ってさ、夕方暗くなっちゃうと嫌になっちゃうから、暗くなる前に卵買い行こうと思ったらさ、寒くて洗濯物取り込んであった時にさ、いや、これは無理だ。これ無理と思って。だからもう買い物も行くのやめて、でもエアコン今日はつけたな。だからね、うちの部屋もね、暖かくなったのかな。ね、今暑いぐらいの感じなんです。下のホットカーペットが切れてついてないんだけどね、なんかちょうどいいかなっていう感じ。お気に入りさん、ジャスティス。たぬこさん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。てったまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ヨッシーさん、ジャスティス。ありがとうございます。てったまさん、たぬこさん、お久しぶりです。お気に入りさん、藤子さん、皆さん、こんばんは。ボンソワ。今朝はマイナス4度で、バイク通勤は厳しかったです。すげえ。すげえな。それは無理だな。よくそんなんでバイク乗る気になるよな。タムコさん、テンタマさん、皆さん、お久しぶりです。テンタマさん、バイク通勤は寒いでしょうね。そう。バイクはね、夏暑いし、冬寒いしね、無理。本当に春秋しかバイクって乗りたくないよな。もう冬と夏は無理だよね。今日はね、ぐーちゃんが朝からなんだっけ、そう、たまちゃんだ。たまちゃんがなんか今日は絶不調だったみたいなんだよね。で、ゴミ出しに行って、なんか外でたまちゃんが泣いてる声が聞こえる気がするけど、と思って。もうずっとたまちゃんの泣いてる声聞いてるからさ、なんか空耳っていうか、なんかね、それで頭の中でたまちゃんが泣いてる声がさ、鳴ってんのかなって思ったんだけどさ、なんかベランダに出て泣いてたんだね、たまちゃんね。あ、そりゃ聞こえるわ。ベランダで泣いてたんかいと思ってね。なんかどうも、うんちが出ないのか、おしっこが出ないのかみたいな感じだったんだよね。ただまあ、騒いでる時におしっこもしたし、
うんちもしたよな、うんちもしたんで、なんかそれですっきりしてしばらくすればおとなしくなるかと思ったら全然ならなくて、だからあれまだなんか出ないんだなと思って、なんかしばらくうろうろしてたんだよね。で、ようやく落ち着いたかなと思って。でね、じゃあ私もメルカリで売れたものをポストに出しに行くかと思ってさ、出しに行ってる間に今度はぐーちゃんがまたね、痙攣の発作が起きて、と思ってなんかもうすでに果ててる状態でさ、帰ってきたら、うーたがさ、なんか椅子の上にいても良さそうな状態のでいなかったんだよ。で、ぐーちゃんはと思ったら、ぐーちゃんが果ててる姿で発見されたんで、と思ってね、なんか前回の発作いつだっけと思ったら、まだ1週間しか経ってないわけよね。1週間しか経ってないのに、もうあれかと思って。しかもほら、前回は割と軽いっていうのなんかね、発作起きた割には、その後ペロッと治ってたからさ、なんか、よかった。ちょっとはね、なんか良くなったりとかしてんのかもしれないなって思って、なんかちょっと安心してたんだけど、今日はなんか先週ケロッとしてたせいかな。なんか今日はずーっと調子がおかしかったんだよね。様子がおかしくて。もうなんか今日は一日中ね、なんかもうで、ゆりたんはいつも通り一日中にゃ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 言ってるしね、みたいな感じだったよ。ね、もうクータとマチェが割とおとなしいっていうかな。クータンも最近なんか私のストーカーになってきてるからさ、なんかね、うちの部屋で今日はエアコンついてたからかな、なんかはしゃいでて、なんか妙な声がして。なんかあれグーちゃんかなと思ったらクータだったりとかしてね、なんか賑やかだったな、今日はな。ーっマイナス4度。でもさ、マイナス4度って路面凍ってませんかね、どうなんだろう。2、3、一部凍結しております。そっか、そうだよね。2、3、冷や汗が出ますね。怖いよね。お気に入りさん、藤子さん、猫さんたちは排電で、不穏になるのですね。そうなんです。そうなんて、だから家をさ、黒缶にかけてあげてるんだけど、前はまんべんなくあげて、残ったのは自分も摂取してたんだけど、今、できるだけにゃんこ全員の口にね、入ってほしいと思って、全部かけてんだよね。全部かけるとね、ちょっとびちょびちょな感じになっちゃうんだけどさ、もう全員の口に入ってくれと思って、全部かけて、今日ね、最後のユニというのかな、新しく買ったのはまだ届いてないので、ね、かけてやったんだけどね、みたいな感じ。あとできることってなんだろうっていうのが思いつかなくてさ、ほら、人間と違ってさ、草食動物、野菜を食べれないわけよね、猫はね。肉食なんでさ、そうすると何してあげたらいいのかっていうのがわかんないわけよね。ね、てんたまさん、おきにりさんは、このチャンネルの、大黒柱ですから、はい。くれぐれも事故にお気をつけください。そうだ。お頼み申しますよ。おきにりさん、てんたまさん、ありがとうございます。藤子さんの、転ばぬ先のつっかえ棒、爪楊枝くらいになれれば幸いです。ありがとうございます。よろしくお願いいたしますが、なんか棒のネタあったかな。棒のネタは思いつかないけど、まあね、男の子に長いものを持たせるとすぐ人を叩くよな。なんとかなんないよ。なんでなのっていう感じよな。何の話しようかな。あと何があったかな。寒いよって話と、今日は、そう、寒かったよね。その、メルカリのやつ出しに行くときもさ、早速新しいポストに出しに行ったんだけど、なんか出しに行ったとき3人ぐらいポストに入れようとしててさ、
なんでこんなポスト渋滞起きてんだみたいなね。なんかすごい偶然っていうのっていう感じするじゃん。なんかポストに入れるのに、そんなになんかね、行列っていうの、まあ行列ではないけどさ、なんか並ぶってことそんなないと思うんだけどさ、なんかね、同時になんか入れようとしてた人がいたよみたいなね、感じで、あと何あとは、でもさ、男の子が長い棒で叩くエピソード、聞きたいです。別にそんなあるわけじゃないんだけど、確かに弟もそうだったなと思ってさ、写真屋さんで働いてた時に、七五三の撮影があるわけよね。で、七五三で男の子が5歳で、刀があるわけよね。だからもうそうすると男の子は棒を見せるとさ、もう戦いごっこ始まってさ、すぐ人のことをさ、バンバン叩くわけよね。それがまあ、スタッフあるあるっていうのみんなな、みんなもう男の子に長いもの見せたらダメなんだよねってさ、撮影にならなくて、ほんとさ、みたいなね、ことが毎年起こるわけよね。で、それを言ってた時に、確かにうちの弟もそういえばそうだったと思って。ね、なんか長い棒的なものだから新聞紙でも丸めてさ、なんか細長くとかしたりするとすぐそれさ、武器にしてね、叩くっていうのやってたからさ、そうだなと思って。ね、だから男子に長いものを見せると、戦いになるから、それで戦争って終わらないんだなって思ったんで、それが、エピソード、全部でございました。ね、おきみさん、怖い話。怖い。まあ、叩かれるからね。だからもう本当やめてほしい。本当やめてほしい。ね。センターさん、まあ、侍の DNA が残っていますからね、まあね、その格好させて、ね、刀持たされたら、そりゃそうなるのも、まあね、わからんではないけどな。普段からさ、別にそんな七五三じゃなくたって、ただもう長い棒を見てたらさ、とりあえずぶん回すじゃんか。もうあるな、みたいな感じ。ニキニさん、男子はチャンバラが好きです。藤子さんは棒を振り回さないですか？あ、そういえば私も私は振り回さなかったんだけど、ほら、女の子の場合はなんだっけ、新体操でさ、なんだっけ、バトンとか、新体操ではないのか、チアリーダーかなんかかな、なんかあるじゃんか、バトンと、でなんかするのとかさ、あとはなんだ、リボンとかさ、あるじゃんか、そういうのをさ、やったりとか、まあ、あるかもしれんみたいな感じかな。本当、なんだろう、バカの一つ覚えっていうかさ、なんか男子ってバカだよねっていう、なんか代表的な行動っていうのかな。そんな感じ。七五三。ねえ、で、まあ、七五三で、女の子は3歳と7歳だからさ、で、3歳ってほら、数えて3歳なんで、2歳児なんだよね。だからもう本当赤ちゃんなんでさ、まあ、七五三の3歳は、まあ、店長が嫌だっつって嫌がっててね、もう撮影が全然進まないんで、ね、嫌だって言ってたよな。で、まあ、7歳が一番楽っちゃ楽だね、みたいな、感じだったよな。3歳は赤ちゃんなんで、ね、だから部屋を暗くしたりとかすると怖いみたいでさ、泣き出しちゃうみたいなね、感じ。えーっと、
お気に入りさん、バカにつける、薬をくださいっていうセリフ結構好きです。ね、そんなセリフあったけど、そう、だからうちの弟もよく言われてたと思う。なんか、バカにつける薬はないからしょうがないね、とかって、なんか言われてた気がする。だよな、みたいな感じだったかな。あとは、今日はあれか、リンゴもらったんだな。で、それを、まあ、生で食べると胃が痛くなっちゃうから、本当は生で食べてあげた方のね、良さそうな立派なリンゴだけど、煮ちゃおうかななんて思いながら、煮ちゃおうかなって思いながら寒かったんですが、こりゃ何もする気になんねえなと思って、だから夕飯に白菜煮よっかなと思ったんだけど、白菜煮る気にもならねえな、これ寒くてと思って。で、エアコンつけて、で、ある程度時間経ってから、ね、白菜のスープ作ってな。で、今日は餅を食べたんだ。米粉がなくって、で、ね、米粉のパンケーキ今日は朝作れなかったんで、そうだ、餅もらって餅があるからね。じゃあ、きな粉まだ空いてるのがあるから、きなこ餅だなと思って、今日はまた新しく餅を開けて、きなこ餅に朝したんだけど、りんごをもらって、で、あとなんか和菓子かな。ね、まあ、和菓子っつっても、ね、なんだろう、バターとか入ってそうな感じなまんじゅうっていうのかな、を、もらって、だからまあしばらく朝のコーヒーのお供はそれでいいかと思ったんだけどな。もうどうしようかなと思って。まあ干してもいいんだけど、ね、天気がずっとね、続いてるから、まあでも干しりんごは干しりんごで、あるし、でね、なんか食べやすいからさ、結構食べちゃうんだよね、あれね。だからじゃあ、瓶がまたいっぱいね、出てきてるから、ね、瓶詰めにして保存用に煮るかと思いつつ、結局煮てる時間は今日はなかったから、明日できるかなとかなって感じかな。お気に入りさん、煮ると大抵は美味しい説。そうだね。ペロッと食べちゃうから、それはそれでな。本当は生で野菜的に食べるとね、いいんじゃないかと思うんだけど、煮ると結構ね、ペロッと食べるからやばいよねっていう感じはあるんだよな。手玉さん、最近お米は食べてますか？お米がちょうどね、なくなったんだよね。だから今日はその白菜のスープに餅入れて、まあ雑煮風っていうのかな、にして食べたんだよね。で、ほら、玄米水につけてね、1日以上水につけないと、ほら、冬だから寒いから発芽しないからさ、発芽させないと食べれないんです。時間かかるんでね。そうすると、なんか、あさっては出かけるからなとかって思うと水つけられなくて、で、そういう時は白米をね、食べるんだけど、白米もね、まあ、新しいの開ければあるんだけど、開けないとないんでさ、じゃあこのタイミングでなんか違うものを食べようかなみたいな感じで、だけは持ち上げたから持ちあるから餅でいったみたいな感じでね、餅を食べて、で、だから次米、食べられるタイミングで玄米開けるか、みたいな感じかな。議員さん、今朝、発芽のような寝癖でした。漫画みたいなな。漫画みたいな、ずんだもんみたいな感じかな。ね、そうで、ほうれん草がね、あれよ、発芽してきたね。発芽してきたと思ったら、急に一気にね、全部発芽してきたような感じ。ケニーさん、職場についても、発芽状態で自画自賛、職場についても寝癖がね、
綺麗に、発芽してたんだな。ヘルメットかぶってもそれ元に戻らない。それ相当じゃね。すごい。どうやったらそんなすげえ発芽になるのかね。なんか、誰だっけ、トグロじゃなくて、つむじか。つむじがあって、ね、なんか、癖がとかっていう状態でないとなかなかそんな頑固な、ね、癖にはならない気がするけどな。お気に入りさん、藤子さんの、頭部からも何か発芽、そうね、なんかが発芽しておりますね。これは、小さな音も聞こえない耳でございます。小さな音が、かな。ね、今日は、カリカリ全然、ね、食べてなかった空になってたんだよね、さっきね。だから、食べるかなと思って出してやったんだよな。そしたら食べてなかったんだよ。でね、シーバー出してやったけど、やっぱシーバーだけなんてな、カリカリは食べないんだな。まあでも夜中にね、食べきってあるから、まあいいんだけどさ。だからたまちゃんとかね、ゆいたんはさ、食べてないからさ、出ないんだと思うんだけどね。金さん、すいません、喋りすぎました。いえ、誰も喋ってくんないから困ってんの。困っちゃってんだよね。もうどうしたらいいって感じ。あと、何したらいいのかな。あとは、今日は、ゴミ出しして、えーっと、ね、ぶーちゃんとたまちゃんが絶不調で、ゆりたんは別に不調ってわけではないけど、いつも通りにゃにゃないけどな。ね、あとは、歌がかゆそうでちょっとね、かわいそうみたいなね、なかなか良くなってくんないねって感じかな。と、あと何があったっけな。てんたまさん、お気に入りさん、どんどん喋ってください。てんたまさん、自転車のチューブ探してるんで、こんな夜中に修理中なんかね。じゃあ、まあ、ラジオ感覚で聞いてくれてる感じなんだな。ね、お気に入りさん、そうでした。てんたまさん、大丈夫でしたかね、暗いのか。暗い中やってるのかな。どうなのかな、違うのかな、準備してるだけなのかな。ね、寒いのにな、この寒いのに、外にいるってことかな。みんな、寒いの大丈夫なんだな。で、さっきな、このライブ始める前にさ、YouTube の画面のおすすめに出てきてたのが、平日にキュンじゃねえよっていうね、動画があって、なんか、平日に、新幹線自由席争奪戦とか言って、なんか、どの席も満席な、わけみたいな感じのサムネがね、上がってて、あ、そうだったんだと思ってさ、私はほら、1回しか使わなかったっていうの。でね、指定席で、往復でしか使わなかったからさ、新幹線がどうだったかって知らなかったんだけど、で、次のキュンパスはさ、まあ、2日券とかあるから、で、指定席しか使えない新幹線と、また自由席で行ける新幹線とあって、じゃあそれ組み合わせないと、あれかって思ったわけよね。1日に2回しか指定できなくて、まあ2日で合計4回みたいな。1日2回、1日2回っていう感じだからさ、自由席も組み合わせないとこれは無理そうだなと思ってたらさ、自由席何いっぱいなのと思ってさ、どのね、便もいっぱいなのと思ったら、ね、困った。ちょっと、それは
困ったみたいなね、感じになってるよね。てたおさん、パンクしたまま、まだ取りに行けてなくて、じゃあ、あれか、家で今、作業中、部屋ね、どうなんだろうね。ね、おきにさん、誰か、天岐阜でチューブを天玉さんへ、そっか、チューブなんかも売ってるもんなのか。ね、自転車のチューブで検索すれば出てくるもんなのかね。きにさ、新幹線の自由席って自由なんですよね。意味がわからない。意味がわからないけど。ねえ、私も新幹線あんまり、ほら、乗ったことないしさ。去年のキュンパスぐらいだからさ。ねえ、で、指定席でね、乗ったから、自由席ってどうやって乗るのっていうのがわかんないんだよね。自由なんですよねって言われても、わかんない。経験してないので、わかんないんだね。なんだったかな。あとは、今日は、昼は、あれか、ぬか漬けしてそうで、ぬか漬けのぬかがさ、あれ、もしかしてこれ減ったかなみたいな。だとさ、ぬか漬けしてるもんだからさ、塩をさ、入れるんだよね。で、塩の減りがまた、早くなって、また塩なくなってきたな、ね、感じだな。で、ぬか少なくなってきてるかも、もしかしたらと思ってさ、できるだけぬか少なくならないように一生懸命さ、ぬかをね、取ってから出してたけど、それでもやっぱり毎日だからな、ちょっとずつちょっとずつ減ってって、なんか気づいたら、あれ、もしかして減ったみたいな感じに、ね、なんか1ヶ月もう2ヶ月近くなのか、12月だから、あ、クリスマスだね。クリスマスだね、今更ですね。で、ね、ぬか減ってきたなと思って。で今日はね、この前、きゅうり買ったけど、カブも買ったんだよね。だからカブをつけようかなと思って、同じ野菜じゃなくてね、カブをつけようかと思って。で、ちょっとでっかいカブだったわけよ。まあ、ちょっとでっかいカブだったから、まあ、多少お買い得感はあるかなと思って、じゃあ、株買うと思って買ってきた株なんで、ちょっとでっかい株だったんだよね。だから、あれこれ、ぬか足りるかな足りっかなこれと思って。で、まあ、なんとかギリ入ったみたいな感じだったんでね。いや、ぬか足りなくなって、どうしようみたいな。なんか、足しぬかっていうのがあるらしいんだけど、足しぬかをしたら毎日混ぜてくださいっていうわけ。で、それしなければ混ぜなくて OK っていうぬかどうなわけよね。で、なんか1週間に1回ぐらい混ぜてくださいみたいな感じなんだけどさ。なんか、だから、まあ、毎日混ぜる必要がないから、いいなと思ってやってんのに、なんか、足し抜かしたら毎日混ぜろとか言ったら、それは無理だ。だから、足し抜かはしたくないの。そうなるんだったら、まあ、新しいの買ってきて、で、今のやつは冷凍しといて、で、そっちも少なくなったら、両方足して、で、やるか、みたいなね。作戦練習な感じ。と、おきにさん、予約なしで乗車券と特急券で乗れるのかと思ってました。あ、そうだね。そういう意味で言うと、キュンパス買えばね、キュンパスで通れるから、普通に新幹線乗るよりも簡単なのかもしれないね。カニタンさん、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。
けんたまさん、新品のチューブ買って、どの箱にしまったのか、天城は藤子さん。発掘できないぐらいにね、けんたまさんは物をいっぱい所有しているようなので、天城は大丈夫っぽいですよ。お気に入りさん、塩が必要でしょうか？そうなんだ。塩がね、すぐね、つけるたんびにちょっと足して、なんかこれに使った分ぐらいの塩をちょっと足して、混ぜてやってるんだよね、毎日ね。そうすると、そのぬか漬けの分の塩が消費されるので、今まで以上に塩の減りが早くてな。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。お気に入りさん、カニタンさん、こんばんは。ジャスティース。カニタンさん、忙しくて遅れました。師走だね。というかわいいの歌。セクシーポーズ、かわいいな。よしさん、キュンパス1日券は2回のみ指定席利用可能でしたね。そうなんだよ。期間限定ですが、チャンスがあれば利用したいです。秋田寄って、青森寄って、味噌牛乳ラーメン食べてみたいです。北海道じゃないんだ、味噌牛乳ラーメンってな。秋田とか青森でも同じようなことやってるんだね。お気に入りさん、ヨッシーさん、さすがお詳しいですね。いろいろ旅してるから、詳しいよな。ヨッシーさん、味噌牛乳カレーラーメンでした。なんかそういえばそんなあったかもしれない。去年、青森でどこ行ったらいいだろうっていうふうに調べてたら、なんかみんなそれを食べてた気がするね。で、私はそれ食べたくないから。別にいいやと思ってね、絶対そこは行かなくていいや、みたいな感じで言ったけどな。カニタさん、味が多すぎるラーメン。そう。ね。私それいいやとか思ったんだよね。お気に入りさん、カニタさん、寝落ちしていたのではないのですね。はい、ギンギンですって。やる気満々で、ね、何のね、価値っていうのかな。意味もない、このライブにね、いつも参加してくれて、本当ありがとう。本当ありがとうございます。本当ね、改めてありがたいなってね、なんかちょっと思ってね。兄さんがギンギン。ギンギンってすげえよな。ねえ、なんかね、眠い話あったっけな。目が覚める話とかあったっけな。まあ、目が覚める話というかなんか意外だったんだけど、今日またさ、なんか株主優待で、えっと、ライドオンライドオンっていう、お店の商品券っていうのかな。なんだろう、クーポン券っていうのかな、もらったんだけど、で、ライドオンって何のお店だろうと思って、まあ洋服屋さんっぽいから、じゃあ洋服を買い出すのにいいなと思ったんだけど、で、これは何だろうなと思って、なんか10%オフっていうのがあって、で、それはネットで、購入した場合には使えるっていうやつで、じゃあこの商品券とかもネットで買い物するとき使えるのかなと思って、でもコード入力したりとかいうのがなさそうだから、どうやってこれ利用するのかなと思って調べたら、使えないみたいなんだな、ネットではな。で、その10%オフの券は、ネット購入の時には使えるみたいなやつで、どうやって使えばいいんだと思ったんだけども、まあ、ネットで注文して、で、支払いを店舗受け取りにして、で、その商品券っていうのを使えば使えるよってことらしいんだよね。めんどくさい。
めんどくせえな。と思って。で、店舗どこにあんだと思って調べたんだけどさ、全然ないわけよ。あ、これはメルカリ案件かな。これメルカリ案件かなみたいな感じのがあったかな。で、まあ、父親がね、そのガスのさ、なんだっけ、コンロじゃなくて、給湯器か。給湯器のね、支払いの金額払っといてっつって、持ってきてくれたんだけど、その時にリンゴと、そのライドの商品券と、あとお菓子ね、持ってきてくれたんだけどさ、で、意外な話で、なんかね、父親は、投資が好きなわけよね。株とか。で、FX をね、毎日やるのにハマってるんだけどさ。で、それが、ずっとデモトレードをやってたらしいんだよね。で、そうなのと思って。なんかずーっとデモトレードだったんだって。で、まあ、その相方の人、ね、パートナーの人が、なんかずっと、やってるから、相当儲かってんのかなと思ってたわけよね。でね、どんくらい儲かってんのみたいな感じで聞いたら、いや、デモトレードだから、儲かってはないって言ったらしいんだよね。で、ってびっくりしたみたいなんだよ。もう何年も毎日何時間もずっと張り付いてやってるからね。相当儲かってんだろうなと思ったら、デモトレードだったのっていうのにびっくりして、で、じゃあもうこれはないお金だと思ってね、10万円、お小遣いあげるから、これで、ちゃんとお金入れてやりなさいよっていうことで、それで初めてお金かけてっていうのを始めたらしいんだよね。知らなくて、その話初めて今日聞いて。そうだったのと思って。で、まあ、その10万円が今、まあ、800万ぐらいにはなってるみたいな話でさ、いや、すごいなとは思うんだけどさ、そうだったんだなと思って。私は10万円なんか2回も3回も飛ばしてるけど、FX でな、みたいな感じだよな。本当目がギンギンしちゃうよな。よしさん、味噌、牛乳、カレー、ラーメン、ゲテモノみたいですが、かなり美味しいらしいですね。なんか美味しそうに食べてるのは見たけどね。普通に牛乳ラーメンっていうところで私はいらないわ。いらないわって感じだったんで。今年、青森、八戸行った時、タクシーの運転手にお願いしたら、味噌牛乳カレーラーメンは青森市にしかありませんと言われてしまい、へえ、そうなんだ。がっかりしたので、ああ、そうなんだね。まあ自分で作ったらいいんじゃないの？作ってみたらいいんじゃないかね。インスタントの味噌ラーメンを牛乳で作って、それにカレー入れればできるんじゃないの？君さん、味噌と牛乳がギリギリで、カレーを加えるとカオスかななんて、怖いもの見たさで、いつか食べてみたいです。兄さん、藤子さんもいろいろと知恵が豊富ですね。藤子さん、皆さんはクリスマスに集まるのでしょうかね、皆さんはクリスマス集まるんでしょうかね。うちは、猫5匹と、たけしとね、ふみたで、いつも通り。今日クリスマスだったんです、そういえば、みたいなね、感じだと思うよ、きっとな。もうすっかりほんとさ、スーパーとか、正月飾りとかさ、あとおせちばっかり並んでて、全然クリスマスのものなんか並んでないんだよね、本当にね。みんなクリスマスやんないのかなって感じだけど、なんかでもそうでもないんだろ？
ケーキは食べるだろな、みたいな感じだよね。で、あとは、何があったかな。そうだから今日もね、キノコとかさ、なんかね、安いことないかなと思ったけど、やっぱり高いままだったな。どこのお店も150円。150円、150円だな、みたいな感じだったな。兄さん、いいこと思いつきました。天城府で自分を送る。自分を送るどうやって商品になってないとさ、送れなくない？どうやって送ったらいいんだろうな。どこに送ればいいんだろうな。もらってくれるところがあるのか問題。受け取ってくれるところはあるのか問題だな。受け取り拒否されちゃうな。だから今日このシーツね、全部取っ替えてさ、もうね、よし、綺麗になったって思ったら、もう、ぐーちゃんのね、おしっこまみれで、って感じね。ただまあ、そんなにひどくなかったんだよね。だからたまたま、もうおしっこはした後で、そんなにお腹に溜まってない状態で発作が起きたのかわかんないけど、あんまりそんなすげえ被害はなかったんで、まあよかったけどな。で、この座椅子、今座ってる座椅子が、まあね、ちょっと被害を受けたんで、またこれやらないとダメなのかと思ってな。で、カバーね、なんかファスナーついてるから、取れやすくなってるんだろうな、洗えるようになってるんだろうな、と思ったんだけど、まあね、なかなか外せなくて、こりゃダメだと思ってさ。だから、ビニールかけて、で、使ってない、枕カバーをかけたらぴったりサイズで、よかったよって感じな。と、時にさん、かまぼこ以上に高騰してきてます。異常にかな。以上に、高騰してきてます。吉井さん、味噌、牛乳、カレーの比率が、難しく美味しくなくなるらしいです。なるほどね。研究に研究を重ねた上での作品なんだな、それな。青森市の店も、企業秘密とのこと。てたまさん、玄関に置き配、そうか。置き配されれば、受け取り拒否問題は解決だな。寒いな。てたまさん、何かしら、まあ、お気に入りさ。カニタさん、年末のかまぼこのインフレはすごいですよね。そうそう。お正月用のかまぼこはね、バカみたいに高いよね。おきにさん、よしさん、カニタンさんか、藤子さんが、ぜひラーメンの食レポをお願いします。そうだね、よしさんだな。ね、ラーメンつったな。ね、かまぼこ、そう、米粉な。米粉が、だからやっぱり高くなるらしいやんか。米が高騰してるんで、次は米粉も高騰するよって。まあ、そりゃそうだろうね。そりゃそうだろうね、みたいな感じだけど。ね、なんか米粉も高くなって話だったよな。だからもう今後は米粉のパンケーキも卒業フラグかしらって感じね。カニタンさん、お気に入りさんが、じゃ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 ーん。呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーん。よくみさん、てんたまさん、天城府早すぎ、天城府ね、すげえ早く着くんだよね。びっくりするよね。びっくりする。なんで天城府そんな早く着くんだったらさ、ね、物流ね、そんな、今すっげえ遅いけどさ、だからこの前わかめなくなったわけよね。わかめなくなったからさ、ヤフーショッピングかなんかで買ったわけよ。200円のクーポンがあるからさ。で、買ったのにさ、それ全然届かないわけよね。で、ね、その後に買った
なんか昨日だったっけか、1000円以上のお買い物で500円オフっていうのがあったんでさ、やったーと思って。で、ただまあ、にゃんこの家も欲しいなと思ったんで、家も買っちゃったけどな、みたいな感じなんだけど、それはなんかさっき発送しましたっていうお知らせが来たけどさ、全然わかめ届かないんだよね。そんなね、なんか物流具合な割にはさ、天岐阜早いんだもん。このライブ終わってね、で、その後お気に入り入れたものがさ、もう次の日の朝届いてるのがさ、びっくりするよ。まさかと思ったよな。すげえ早いんだもん。よしさん、天玉さん、ナイス。お気に入りさん、藤子さん、声優で探しましたが、米粉がないで、そうだろう米粉ないんだよ。だからそもそもないよね。だからあっても高いよっていうことなんだと思うけどな。よしさん、セブンイレブンのお米が2キロ980円と、赤からしい、そうなんだ。店舗限定らしいです。米の中心、くり抜いてあるか手間だよな。くり抜いてあるかもと YouTube でやってました。なるほどな。くり抜いてね。で、中身は米粉にしてね、商品2つ作れるもんな。すげえな。で、急ぎの贈り物には天城。そうだね。ほんとね。すぐ届くからね。お兄さん、どうやって中心をセブンな、ほんとな、どうやって、セブンイレブンがそんな安価なものを売るってな、なんか仕掛けがあるだろうって、絶対思っちゃうよね。で、よしさん、2キロ980円は安いですね。あ、そうなんだ。なんかもう全然感覚がわかんないっていうの。ほら、玄米買っててさ、で、玄米はだいたい1キロ1000円ぐらいな感じで、だから2キロだと2000円みたいな感じで。で、前、白米を買ってる時は、2キロのを、まあ、マイバスで買ってたと思うんだけど、その時になんかだいたい1000円ぐらいだったような気がするんだよね。それっきり、2キロの米をスーパーで買うっていうのはやってないんで、今2キロの米がいくらぐらいなのかっていう相場が全然わかんなくて、980円が安いっていう時代なんだな。お米は道の駅でもお高いのに、セブンすごいですね。くり抜いてるね、絶対ね。ってことは絶対くり抜いてるよね。おきにさん、マイバスってマイバスケットのことですよね。そうです。そうでございます。私もね、マイバスっていうの知らなかったんで、マイバスケットってなんか長いよな、言いにくいよなって思ってたわけよね。そしたら知り合いが、マイバスって言ってて、マイバスケットのことはさ、あ、マイバスか、それなら言いやすいわって思って。で、すっかりね、マイバスケットは、マイバスってインプットされましたよ。めでたし、めでたし。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のためにいるぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。滝縄。おしいさん、早い。よかった。よかったね。というわ
たさ、2000円もした、チューブがやっと見つかっている。よかったね。よかったよかった。おぎーさん、今日はライブがあってよかったね。よかったね。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。